皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日はステイホームでお家にいらっしゃることが長いと気になってくるのが髪の毛ですよね。美容室に行けないので、白髪染めができなかったり、あとはカラーができないので頭がちょっとプリン状態になっていらっしゃるという方も多いと思うので、今日はホームカラーについてのお話をしていきたいと思います。ホームカラーいろんな種類があると思うんですが、どの種類を選んだ方が髪の毛に優しいのか、そして次回美容室に行く時に影響がないかということをお話ししていきますので、最後までご覧ください。さて、私も昨日ねスーパーの帰りにドラッグストアに寄ってみたんですけれども、もうヘアカラーの量がすごくて、どれを選べばいいかなと思った時にいろいろ裏を見たりとかして考えてたんですけども、大きく分けて2種類カラー剤ってあると思ってください。まずはきちんとしっかり染まるものと、あとは染まりはあんまり持ちがないもの、この2種類があるんですね。カラーの持ちがいい方がいいじゃないと思うかもしれないんですが、それにはちょっとからくりがあるので詳しくお話ししていきます。皆さんが美容室に行ってカラーをしてくださいってオーダーをした時に、美容師さんが必ずね薬剤を持ってきますよね。でその薬剤を混ぜてらっしゃると思うんですけれども、でその混ぜた薬剤を頭のねてっぺんから一生懸命塗っていらっしゃると思うんですが、カラー剤のことを基本的にはアルカリカラーと呼びます。カラー剤がどうやって髪の毛を染めていくかっていう原理なんですが、まずは髪の毛の構造をお話しします。髪の毛の構造を考えるときに一番分かりやすい例がかっぱ巻きになります。はい、のり巻きのかっぱ巻きね。でかっぱ巻きの中にはきゅうりがあって、それを覆っている、ご飯があって、でそれに膜を張るようにのりがありますよね。これが髪の毛も同じような構造をしていて、きゅうりの部分、この芯の部分をメデュラと呼びます。でそれを覆っているご飯の部分をコルテックスで、その膜を張っているのりの部分をキューティクルというふうに呼ぶんですね。じゃあこの美容室でやっているアルカリカラーというのがどういうふうに染まるかというと、アルカリカラーと呼ばれているぐらいなので、アルカリのpH がねアルカリになっている薬剤を髪の毛につけるとですね、その膜を張っているキューティクルがちょっと剥がれるっていうか、ケバケバっと道ができるようになるんですね。要は無理やり剥がすようなもんですよ。でそこを無理やり剥がした中に、カラーを入れて化学的な結合が起こって、そのカラー剤がちょっと分子量が大きくなるので外に出れなくなって髪の毛の色がつくっていうのが原理なんですね。なのでちょっとそこで分かったかもしれないんですが、なのでアルカリのカラー剤っていうのは無理やりキューティクルを剥がすので、どうしても髪の毛がパサついてしまうんですよ。なので美容室ではそのアルカリ剤をきちんと、その人に合ったアルカリ剤を使ったり、キューティクルを剥がしてカラーを入れる時に一緒にトリートメント効果のあるものも入れて、髪のダメージを少なくするということをしています。なのでやっぱり美容室でねカラーをするとそこまでダメージがないんですね。なんですけれども、市販のカラー剤っていうのはこのアルカリの溶剤っていうんですかねがとっても強いものが入ってるんですよ。なぜかというと、やっぱりホームケアのカラー剤って一番のクレームって、かぶれるっていうのもあるんですけれども、染まらないよって言われると困るので、染まらないっていうのはやっぱりそのきちっとねキューティクルが剥がれていないと染まりが悪いので、ものすごく強いものを入れないとホームカラー剤っていうのはならないんです。なのでどうしてもホームカラー剤のアルカリカラーっていうのはダメージを起こしやすいものになってきます。なのでお手軽でねいいかなと思うんですけれども、やっぱりそれを頭に入れておいて、もしどうしてもやりたい場合っていうのは毛先まで塗らずにこの根元の方だけ塗るっていうことがポイントだと思います。あとやっぱりお肌が敏感な方っていうのは必ずパッチテストをしてからやるようにしてください。このアルカリカラーの中にはジアミンと呼ばれる成分が入っていることが多くて、このジアミンが髪の毛の頭皮をねヒリヒリしたり赤みを起こしたりすることが多いので、市販のものはちょっとジアミンが多めに入っているものもありますから、必ずパッチテストをするようにしてください。で私ちょっと近くの薬局で買ってきたんですが、このアルカリカラーっていうのはこういうものですね。ちょっと開けてみますね。見てください。この1剤2剤っていうクリームだけじゃなくてエッセンスもついていたので、
さっきお話しした、キューティクルを開いた後にこのトリートメント効果があるものも入っていくんじゃないかなと思ったので、こちらの方をいいかなと思いました。でもう一つ、このサイオスっていうんですかね、これの中にももともとトリートメント効果が入っているって書いてあったので、そういう、何かしらトリートメント効果と書いてあるものを選んだ方がいいんじゃないかなと思って、この2つを買ってみました。でもう一つ、このアルカリカラーの中にクリームタイプじゃなくて泡タイプのやつもあったんですね。で泡だと手軽になんかワシャワシャワシャってつけられるのでいいじゃないと思ったんですが、ちょっと表情を見てみると、クリームタイプよりもちょっと強めの薬剤が入っているものの方が多いなという印象がありました。で物にもよると思うんですが、やっぱりクリームタイプのもの2つをもう混ぜ合わせているので、多分界面活性剤だとか量が多くないとあえて泡立たないんじゃないかなと思うので、界面活性剤って薬剤の浸透を良くする効果もあるんですね。なので髪の毛に薬剤が浸透する分にはいいんですが、それがどうしても頭皮についてしまうと頭皮のかぶれの原因になるんじゃないかなと思うので、どうしてもアルカリカラーを選びたい方はお手軽ですごく簡単なんですけど、泡よりもクリームタイプの方がいいんじゃないかなと思います。ホームカラーのアルカリカラーっていうのはどうしても髪にダメージを与えてしまうことになります。なのでやっぱり髪の毛のダメージが気になってるよっていう人は、なるべくアルカリ剤じゃないものを使っていただきたいんですが、そこでおすすめなのがカラートリートメントというものになります。カラートリートメントって名前の通り、色も入れられるトリートメントだと思ってください。さっき言った、のり巻きの図でいう髪の毛の、ご飯の部分ですね、コルテックスの部分にはいかないんですよ。行ったとしても本当に、もう一番外側のコルテックスぐらいまでしかいかないです。要はのりの状態、のりの場所であるキューティクルの場所しか染めないんですね。なのでキューティクルの場所しか染めないんですよ。これってどういう原理かっていうと、髪の毛ってもともとプラスの電荷っていって電気を帯びてるんですね。でそこにマイナスの電荷を帯びている薬剤をくっつけることによってイオン結合というものをします。そこに HC 染料といってヘアカラー剤を入れることによってトリートメントをしながらカラーができるっていうものになります。なので基本的には髪の毛にはとっても優しいんですよ。ただやっぱり、いいものにはマイナスの面もあって、内側に色を入れてるわけではないのですぐに取れてしまうし、染まりが悪いんですよ。そこでおすすめなのがこちらです。バイタリズムの黒になります。で実はこれ私プロデュースしてるんですよ。すいません、手前味噌っていう自分の商品出しちゃいました。これね、作ったの実はもう5年か6年ぐらい前で、その時って私自身そんなに白髪に困ってなかったのであんまりピンときてなかったんですが、これを作るきっかけってうちの母がやっぱりしょっちゅう美容室に行きたくないから、なんか作ってもらえないって言われて作ったんですね。でその時母に言われたのが、色が入るのもポイントなんだけれども、なるべく髪の毛と地肌にいいものにしてねって言われたので、正直ちょっと染まりはすごく強いとは言えないんですけれども、全成分の中にしっかりとトリートメント効果があるものを入れているので、髪の毛をケアしたいっていう方にはすごくおすすめのカラートリートメントになるので、一度ぜひ使ってみてください。そこで終わればいいんですが、ちょっとごめんなさい、自分でプロデュースしていながら他の製品をいいなと思っちゃったものがあるので、ちょっと頼んでみました。こちらリライズ白髪用髪色サーバーっていうものなんですが、作り自体もね、これ押すと多分シューって出てくるものだと思うんですね。でさっき私がプロデュースしたこの黒のこのバイタリズムの黒っていうものと何が大きく違うかっていうと、さっきのバイタリズムは、HC 染料というカラー剤をのせますって言いましたよね。そのカラー剤っていうのは基本的にはどんなものも一緒なんですよ。なので違いを見せるとしたらトリートメント効果っていうものにしてるんですが、この、リライズのすごいところはカラーで染めてるんじゃなくて、白髪にメラニンを入れるんですよ。すごくないですか？白髪っていうのはよくシミで効くメラニン色素っていうものが抜けた状態なので白いんですね。なのでその抜けたメラニンを入れようっていう考えの技術なのがこのリライズなんですよ。この染料が花王さんの独自の成分であるジヒドロキシインドールという成分になるんです。
この成分ですね、実は天然の麹から作られていて、その麹が黒い斑点がつくので、これなんだろうって見たらメラニンになる前の成分、これをメラニン前駆物質っていうんですけど、それだったということが分かったんですね。でこのメラニン前駆物質っていうのは酸素に触れると黒くなるっていう性質があるので、それを化粧品というかこの髪の毛に応用して髪の毛に塗ることによって空気に触れますよね。そしたらさっき言ったキューティクルのところに色ではなくてメラニンそのものを入れ込んで黒くするっていう技術なんですよ。これは花王さんの製品にしか入れられない特殊な染料になると思います。すごいですよね。すごいなと思ったんですけれども、ちょっとポイントがあって、さっきから私メラニンになりますって言ってますよね。そうメラニンって黒いんです。なので黒い髪にしたいっていう方にはこのリライズすごいおすすめだと思うんですね。なのでもともとカラーとかをしていなくって黒髪で黒髪の中に白髪が目立ってきたので、これその黒髪との境目をなくして徐々にグレーヘアにしていきたいよっていう方はめちゃくちゃいいと思うんですけれども、やっぱりグレーヘアにはまだ早くてカラーもしてるから、そのカラーに合わせた髪の毛の色にしたいっていう、例えばナチュラルブラウンとかダークブラウンとかそういう色を入れたい場合はこういう風に元々の HC 染料が入っているようなトリートメントカラーを使ってもらった方がいいかなと思います。そしてどちらのトリートメントカラーもですね、注意点があります。それはこのステイホームが終わってね、次の美容室に行く時にはこの、キューティクルのところにこのカラー剤だったりこのメラニンがついているといつもの美容室でのカラーが染まりにくいことがありますので、できれば10日以上空けて、10日空ければいいかな、10日くらい空けてもらえると次のカラー剤入りやすいと思うので、そこだけ注意していただくのと、もしそれよりも先に行きたいっていうようだったらトリートメントカラーを使いましたっていうのを美容師さんに言っていただければいいかなと思います。いかがでしたか？なんかね、カラー剤って言ってもいろいろなものがあって、それをね、きちっとチョイスしてやってくれるやっぱ美容師さんってすごいなっていうことを改めて知りました。次の美容室にね行くまでに自分でやりたいっていう方は、私のおすすめはカラートリートメントです。トリートメントをしながら髪の毛にダメージを与えないようにして、少し気になる白髪を徐々に染めていければいいのかなと思います。このチャンネルではこのように美容や健康を皆さんに分かりやすくお伝えしていますので、よかったらチャンネル登録お願いします。そしてコメントなどいただければとても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。